お父さん、私もお父さんは結婚式に来ない方がいいと思う。え？でも俺は。いいから、お父さんは結婚式には来ないでね。俺は小春が子供の頃からいつか小春と共にバージンロードを歩くものだと思っていた。だが、それはとんだ勘違いで、俺は小春にとって恥ずかしい父親だったらしい。時は十数年前まで遡る。俺の名前はレイジ。妻の京子と娘の小春と共に平凡だが幸せな家庭を築いていた。家に帰ると京子がいつも笑顔でお帰りなさいと言ってくれて、駆け寄ってきた小春が抱っこをせがむ。そんな幸せな日常が続いていくと思っていたが、あっという間に崩れ去ってしまった。京子が交通事故に遭い亡くなった。俺は心からの絶望を味わった。俺は幼い頃に両親を亡くしている。両親も交通事故だった。俺はその後親戚をたらい回しに遭い、まともな家庭を知らずに大人になった。そんな俺に家族というものがどういうものかを教えてくれたのが京子だった。いつも明るく前向きな京子に引っ張ってもらって、俺の人生は明るい道へとたどり着くことができたのだ。平凡な家庭を守るというささやかな幸せさえ奪われてしまったことに絶望した俺に、交通事故で生き延びてくれた小春は泣きじゃくって抱きついてきた。お父さん、もうお母さんには会えないの？当時の小春はまだ5歳。母が亡くなったことをギリギリ理解できる年齢だった。もう小春も母親である京子には会えない。不安そうに涙を流す小春を俺は力いっぱい抱きしめた。大丈夫だ、大丈夫。お父さんが小春のことをしっかり守るから安心しなさい。家族なんて俺にとっては望んでも届かない夢のようなものだった。そんな俺に小春という家族を京子は残してくれたのだ。京子のために、そして何より小春のために、俺はこれからの人生すべてを子育てに捧げることを決意した。男親一人はなかなかに大変なことだった。小春は母がいなくなったショックでおねしょを繰り返すようになり、その布団を毎回洗うのも小春のメンタル的な部分を慰めていくにも苦労した。夜中にワンワン泣いてパニックになる小春を俺は静かに抱きしめてやることしかできなかった。金銭面でも子育ての負担は大きかった。俺は高卒であり工場勤務をしていたが、今まで一般家庭と同じレベルの生活ができていたのは京子が一緒に働いてくれていたからである。2馬力だった家計が1馬力になればそれは当然大変だ。俺は京子と暮らした思い出のある家に住むことが辛く、家賃を払えないこともあって小さなアパートへと引っ越した。それでも金銭面での苦労は絶えず、小春が小学校に上がってからは本業の他に深夜のコンビニバイトも始めた。睡眠時間を確保することに苦労したが、小春のためなら何だってできた。小春は小春で俺のためにいろいろなことをしてくれた。まだ小学校低学年のうちから小春は料理を始めた。最初は小さな手が刃物を扱うことに俺はハラハラしていたが、小春はお父さんの料理は美味しくないからとズバッと言って自分で料理をすると言って譲らなかった。小春は手先が器用ですぐに料理を覚えた。レシピ本を図書館で借りてきては様々な料理を俺に作ってくれて、お弁当まで俺に作ってくれるようになった。小学生の小春に大人のようなことをさせていることに俺は罪悪感があったが、小春はいつも笑顔で、お父さんがいつも頑張ってるから
小春も頑張りたいんだよ。と言ってくれた。小春は俺にとって人生の光だった。そんな小春もだんだんと大人になっていく。気がつけば小春は高校生になり、彼氏まで作っていた。小春の彼氏の名前は竜平くん。サッカー部に所属している爽やかな好青年で、小春とは同級生。中学も一緒だった二人は徐々に仲良くなっていき、高校2年生でお付き合いに至ったらしい。竜平くんは何度かうちに遊びに来たため話を聞いたことがあるが、竜平くんは中学生の頃から小春のことが好きだったそうだ。長年の片思いを実らせた竜平くんは、俺の目から見ても真面目ないい男で、文句のつけようなんてなかった。小春と竜平くんはそれぞれ別の大学に入学しても仲良く過ごし、大学を卒業するとともに結婚することになった。男で一つで育てた娘が結婚することになり、俺は感無量だった。小春が幸せになれるように、毎日京子の家を拝んだものだ。だが、人生とはいつも厳しいもので、俺と小春に試練を与える。結婚前の両家顔合わせで、俺は小春の結婚に不安感を抱くことになった。顔合わせはお高めのレストランで執り行われることになった。俺は緊張しながら普段は着ることのないスーツを着て指定されたレストランへと向かった。案内された個室に入るとすでに竜平くんの両親と竜平くん、そして小春は揃っていた。最後になってしまったことに詫びを入れると、竜平くんの両親は上品に笑って、時間には間に合っておりますのでお気になさらず、と言ってくれた。食事をしながら和やかな時を過ごしていたが、竜平くんが、ちょっとお手洗いに、と言って席を立った瞬間、竜平くんの両親の顔色が変わった。小春さんのお父さん、工場勤務って聞いていたのは本当なんですね。きっと目尻をつり上げた竜平くんのお母さんに、俺は、へ？と思わず声を上げてしまう。さっきまで上品な微笑みを浮かべていた竜平くんのご両親は、鬼のような表情で俺を見ていた。道理で油臭いと思いましたわ。あなたみたいな人が身内になるなんて耐え難いことですけど、竜平が選んでしまった以上、私たちは仕方なくあなたの娘さんを受け入れます。ですが、あなたには結婚式には参加しないでいただきたいんです。え？結婚式に参加してはいけないんですか？新婦の親がいないのはおかしいのでは？俺が戸惑いながら答えると、竜平くんのお父さんは声を上げて笑った。こちらを馬鹿にした笑いだった。あなたみたいに油臭い貧乏人の父親がいるよりも、親族が誰もいない方がよっぽどいいですよ。うちの親族はみんな、弁護士、医者、大学教授、社長などの立派な職についているんです。かくいう私も小さいながらも会社を経営しておりましてね。あなたのような人が身内になると思うと恥ずかしい。結婚式には来ないでいただきたい。俺は動揺して、もう食事に手もつけられなかった。小春の様子を伺うと、小春は黙ったままうつむいている。長い髪で影になって表情が見えない小春に、思わず、小春？と声をかけると、小春は作ったような笑みを浮かべて俺を見た。お父さん、私もお父さんは結婚式に来ない方がいいと思う。え？でも俺は。いいから、お父さんは結婚式には来ないでね。俺は小春が子供の頃からいつか小春と共にバージンロードを歩くものだと思っていた。小春が竜平くんと付き合い出してからはバージンロードの先で小春を竜平くんに引き渡すものだと思っていた。
それなのに、小春にまで結婚式への参加を拒絶された俺は、ショックでもう、この場にはいられなかった。私は、娘にとって恥ずかしい父親のようなので、本日はこれで失礼させていただきます。小春が何か言いたげにこちらを見たが、俺は黙って席を立った。竜兵くんによろしくな。幸せになりなさい。そう言うと、小春は目に涙をためてコクンとうなずいた。小春にはたくさんの我慢をさせてきた。幼い頃は友達と遊びたい時もあったろうに、家に帰って家事をしてくれていた。習い事だってしたかっただろうに、小春は周囲の友達が習い事に通っていても、自分も通いたいと言ったことは一度もなかった。そんな小春が結婚式に来ないでくれと言うのだから、俺はそのわがままを聞いてやるべきだろう。そう思っていたが、数ヶ月後の結婚式当日、俺は式場に来てしまっていた。理由は、竜兵くんに招待されたからである。竜兵くんは、俺が竜兵くんの両親に罵倒されている時に席を立っていた。事情を知らなかったのか、竜兵くんは、結婚式にはぜひ来てください、と言って、招待状を渡しに来てくれたのだ。俺は竜兵くんに、俺が結婚式に来ることを小春が恥ずかしがっているから行かないことにしたと言うと、竜兵くんはしばらく考え、それでもお父さんに来ていただきたいんです、と言って譲らなかった。小春がどうしてそんなことを言ったかはわかりませんが、俺はお父さんには結婚式に参加する権利があると思います。男手一つで育て上げた大切な娘さんの結婚式です。どうか出席してはもらえないでしょうか。その方が小春も喜ぶと思うんです。そう言って説得してくれた竜兵くんの言葉に背中を押される形で、俺は式場まで招待状を持ってやってきた。結婚式場のスタッフに新婦の父親であることを説明すると、親族控室へと案内された。親族の控室からは何やら話し声が聞こえる。竜兵くんの親族はすごい人たちと聞いていたため、俺はスーツのネクタイを結び直して背筋を正して控室に入ったが、そこにいたのはウェディングドレス姿の小春と竜兵くんの両親だけだった。本当に恥ずかしい嫁ね。ウェディングドレスを着てもこの程度しか綺麗にならないなんて。メイクもプロの人にやってもらったんでしょ？それでこんな風にしかならないなんて本当にがっかり。竜兵にはもっと女性を見る目を教えなければいけなかったわね。確かに顔から貧乏人臭が全く消えていない。垢抜けないというか本当に地味な女だ小春さんは。竜兵にはもっとふさわしい相手がいただろうに。やめてください。汚いものでも見るかのように小春を見ている竜兵くんの両親を見て、俺は胸の奥がカッと熱くなるのを感じた。顔合わせの場では竜兵くんの両親は俺だけを責めていたため、小春にまでこんなひどいことを言っているとは思いもしなかった。自分の想像力の欠如を呪いながら、俺は竜兵くんの両親に近づいていく。お父さん？と驚いている小春に、俺はまず謝罪をした。小春、来てほしくないって言っていたのに、ごめんな。竜兵くんに招待状をもらって、小春のウェディングドレス姿だけでも見たいと思って来てしまったんだ。小春は気まずそうにうつむき、ごめんなさい、と静かに言う。謝るのはそっちだろう、と叫んだのは竜兵くんの父だった。結婚式には来るなと言ったはず。社会の底辺がうちの親族になるなんて知られては一族の恥になる。小春さんのウェディングドレス姿は今見たからいいでしょ。油臭い貧乏人はとっとと帰れ。
そうよ。せっかく小春さんを多少きれいにして、貧乏人衆を取り払ってもらったのに、あなたがいては頭の悪い貧乏人が親族になることがゲストたちにバレてしまうじゃない。ギャンギャンと騒ぎ立てる竜兵くんの両親に、俺が何か言い返そうとした瞬間、何やってるんだよという声が響いた。そこにいたのは、銀色のタキシードに身を包んだ竜兵くんだった。竜兵くんを見た瞬間、竜兵くんの両親はさっと顔色を変える。すぐに笑顔になり、まあまあ竜兵、よく似合ってるわよ。さすがは俺の息子。と竜兵くんを褒めたが、竜兵くんは顔を真っ赤にして怒っていた。父さんと母さんの大きな声は廊下まで聞こえた。あれほど小春やお父さんたちを蔑むことは言うなと言ったのに、まだそんなことを言っていたのか？何のことかしら。俺たちは間違ったことは一つも言っていない。とぼける母と開き直る父に、竜兵くんは親族控え室の出入り口を指さして叫んだ。もう出て行ってくれ。貧乏人だとか恥ずかしいだとか言っていたが、恥ずかしいのは俺の方だ。お父さんは小春を一人で育てたんだ。大変な苦労もあっただろうに、たった一人で小春をこんな素敵な女性に。父さんと母さんはその苦労を知ろうともせずひどいことを言うばっかりだ。もう俺はあなたたちとの縁を切る。地位や名誉でしか人を見ることができない人たちとは金輪際関わりたくない。竜兵くんの土星にびっくりした表情をしていた小春と俺を、竜兵くんはスタッフに頼んで用意してくれた別室へと案内してくれた。そして竜兵くんは深く俺に詫びを入れた。竜兵くんは小春が俺を結婚式に呼ばないと聞いて、顔合わせの時に何かあったのではないかと感づいていたらしい。それでわざわざ小春を連れずに一人で俺に招待状を渡しに来てくれたそうだ。あんな悪口ばかり言っていて、我が親ながら恥ずかしいです。と竜兵くんは何度も俺に謝ってくれたが、竜兵くんは何も悪いことはしていない。そして小春は、その間ずーっと泣きっぱなしだった。俺に向かって、ごめんなさい、お父さん。と泣く小春は、以前から竜兵くんの両親にひどいことを言われてきたらしい。だが、竜兵くんにも俺にも心配をかけたくなくて、誰にもそのことを言えていなかったそうだ。俺の結婚式に来るなと言ったのは、俺がひどい扱いを受けるかもしれないと思っての配慮だったらしいが、お父さんのこと傷つけちゃったよね。と、小春は涙が止まらないようだった。俺はそんな小春にハンカチを渡した。大丈夫。小春は今までずーっと我慢してきたから、今回も我慢してしまったんだよな。父さんが小春に我慢ばかりさせてきたのが悪かったんだ。これからは小春は何も我慢することはない。きっと竜兵くんは全てを受け入れてくれる男だろう。竜兵くんにはとことんわがままを言えばいい。もちろん、俺にもこれからは我慢しなくていいんだからな。ありがとう、お父さん。結婚式に出てくれる？もちろんだ。そして俺は小春と一緒にバージンロードを歩くことができた。小春は式前に散々泣いてしまったが、さすがはプロのメイクさんだ。崩れたメイクも綺麗に直してくれて、小春は京子に似た美人な顔をさらに美しくしていた。竜兵くんに小春を渡したとき、俺は父親としての役目を一つ果たせたような気がした。多くの友人が竜兵くんと小春に拍手を送っている。たくさんのゲストに祝福される我が子が俺は誇らしかった。その後聞いた話では、竜兵くんからの指示で竜兵くんの両親は会場の外へと追い出されてしまったらしい。しばらくはスタッフ相手に結婚式に出させろと暴れていたようだが、たくさんのスタッフに説得されて、竜兵くんの両親はすごすごと式場を後にしたそうだ。
結婚式当日、新郎の親族席は空席だった。竜兵くんの父が自慢していた立派な職についている親族たちはどうしたのかと竜兵くんに聞いてみたところ、竜兵くんの両親は性格に難があり、その立派な親族たちからはみんな縁が切られてしまっているのだそうだ。そうそうたるゲストの中に放り込まれるのではないかと俺は緊張していたが、そんな心配は無用だったということである。結婚式が終わり、落ち着いた頃に、竜兵くんと小春がうちに遊びに来てくれた。正確には、二人は改めて結婚式の謝罪がしたいとのことだったが、俺は結婚式には何の不満も残っていなかったため、謝罪はいらないよ、と笑顔で二人を迎え入れた。竜兵くんと小春は今度引っ越しをするらしい。竜兵くんの両親と本格的に縁を切るためだそうだ。引っ越し先の住所を俺は教えてもらったが、竜兵くんの両親には教えないらしい。電話番号を着信拒否に設定し、LINE もブロックすれば完全に縁は切れる。これで小春さんのことを守るつもりです。と言ってくれた竜兵くんはとても頼もしかった。小春、幸せになるんだぞ。と言った俺は気がつけば泣いていた。結婚式でも誰よりも泣いていた俺がまた泣いていることに、竜兵くんと小春は顔を見合わせて笑う。お父さん、ありがとう。私はお父さんと暮らしてた時からずっと幸せだよ。そう言ってくれた小春に、俺の涙腺は決壊してしまったのだった。男泣きをした俺は夕方頃に帰った竜兵くんと小春を見送った。手をつないで仲睦まじく歩いていく二人が見えなくなるまで、俺はその背中を見送って空を見上げる。京子、二人が幸せに生きられるように見守っていてくれよ。ぽつりとつぶやいた夕焼け空はとても綺麗だった。